はい、こんにちは、村岡正則です。今回の動画は宮古島からお届けします。ちょっとね GT のルアーテストを兼ねていろいろ来ました。早速今合流したのが、沖縄県のテスターのユーゴリアンです。ユーゴリアンです。よろしくお願いします。3日間ね、GT 釣りましょう。頑張ります。で今日船宿は、森蔵さんなんですけど、まずショップですかね。ショップ行っていろいろ買い漁って全部持ってきたのにまた買ってしまうっていうね。こんにちは。回っていいですか？よろしくお願いします。明日からよろしくお願いします。おお、そうだ、俺もでかいですね。この俺のお気に入りカラーがもうなくなってる。顔どれにしようかな。あれ180はうわマジか。本当にどこもないですよ。マジか。沖縄本島も180だ。この間トカラで切られちゃったんですよ、森蔵から。あれ本当オマーンでもどこでもめちゃくちゃ釣ってきたのに、多分ちょっとサメに変わって、でもなんかジョイントが入り出してるね。 GT の世界が変わりつつあるね。じゃあこれ3つ買うかとか言って違う今回テストに来たんだ。館山から出荷して宮古島でこれをもう一回買い戻す買い戻すというかね。何気にブルブルルアーがいっぱいある。わかるよ。どれがいい？同じカラー。これが58キロ。あ、これ買おう。あ、これ無料だ。いいっすね。いや、これぽいなかなかうまい船長の特徴がよく現れてます。書きました。あ、店長がすげえ、そんな才能まであるの。はい、じゃあこれでお会計で。はい、ありがとうございます。はい、では現地調達もらったことだし、さあライトゲーム、今日はね、なんか今2時40分で鈴木由美くんが夕方来るんだけど、それを置いといて日が暮れるまでライトゲームやりましょうということで遊んできます。俺さ、館山のスーパーでさ、この間さ買い物してたらさ、なんか俺と同世代からちょっと俺の上ぐらいの人たおじさん3人組がいてさ、あ、村岡だとか言って呼び捨てかいと思ったらさ、なんかスーパーとか来んだなとか言って、いや来るよみたいな、住宅じゃねえんだからみたいな。暑い暑い。さあレンタカーゲットで宮古島。じゃあ川、河口と港、そんなに宮古島ってでかいよね、結構。だからあんまり移動してもしょうがないから。今の何風これ？南風？俺たちは今どこにいるんだって空港から送迎された人あるある今俺たちはどこにいるんだ。まずもう夏ですな。今がこの辺か、この辺だな。この辺だな。今この辺で決着つけたいな3、4時間しかない。3時間しかない。サクッとな。昼飯はサンドイッチにしました。夜ね絶対居酒屋行くんで今がっつり食っちゃうと。はい、着きました。知ってるとこ、ここは船が出るとこですよ、森蔵が。もう若者は泳いでるもん。全然泳げるねこの気温なら。もう鬼平なんか、GT から俺入ったから鬼平を若干バカにしてたんだけど、徳之島で大好きになったよもう俺那覇で釣った40センチぐらいのローニンが忘れられません。あのファイトが忘れられない。タックル的なビッグファイトで言ったら C1 だねP06 で40オーバーのロニアジ。さあいいヤホだね。宮古ブルーでもっていう言葉あるけど、これではないんだろうけど、透明度がめちゃくちゃ高すぎて下の砂地が全部見えてるから水深が分かんないや。透明度がゆえに魚にやっぱ見切られることが多い。なるほど。だから忍者りじゃないですか、見切られにくい。
忍者リはまあこう魚探しすごい便利だなと思ってて、こういう広いとこでね、初場所で魚がいるか分かんない時にずっとワインでやるとしんどいんで、こう今日投げたらただ巻きして、途中こう6、7回ワインドさしてでまた巻いてきてつってかな、こう滞空時間がいいんですよね。いればほんとヒットしてくるし、チェイスが見れるし、それで後半よこうテンポよくね、ワインド中がやっぱ食わせの間なんで、3箇所ぐらいワンキャストしたら着水直後と真ん中とで手前とつって、1頭が速いで強いメソッドなんで、もうこれでいなかったら1頭で見切っていいと思います。3頭目出てきたとかいうのはそれはまた別のとこのゾーンから魚引っ張ってきたケースなんで。どこどこ先端でナブラが湧いたらしい。おお、やった入ったウインナーが入ってました。サイズはサイズ結構でかかったです。マジで2、3キロ、 2、3キロ。おお楽しそう。50センチ、60センチ、そんな70センチ近いのが出てました今。おお、いるんだ。夏の沖縄って感じだ。すごいいっぱいいるベイト。はい、ではここは30分ほどかなやったけどダメなんで移動します。なんか足場低いところでやりたいね。暑い。いや今日やっといて正解。これ明日いきなり本番だと暑さでバテちゃうね。はい、もう一人合流しました。よろしくお願いします。襟を持ってから鈴木海です。鈴木海くんです。そして那覇のユーゴリアン、はい、沖縄テスターコンビ俺が一番白いっていう、なんか俺人生初めてかも。3人以上のグループでチャーターして自分が一番白い人。いやユーゴリアン先生はちょっとレベル違います。レベチどう暑い意味は変わんない？暑いですね。ただ石垣も暑かったので、うんうん、天気的な一瞬梅雨明けしたかな。そんな大差ない。そうですね。気温は石垣とかの方が南にあるのでもう一つ暑い。そうですね。ユーゴリアンちょっと参ってるもん。あ、そうなんですか。確かにいや那覇から行くと俺はもうすでに夏バテ1時間で夏バテに。忍者リ SS。 このポイントは誰情報？いやもう何もないんで Google マップ見ながら。そうだ、前から聞こうと思ってたんだけど、沖縄の人のタマン好きはなぜ？なんなんですかね、すごい人気なんですよ。異常に人気よね。異常です。なんで？やっぱ引き強いのと、うんかっこいいからなんですかね。あ、かっこいいから。やっぱ引きの強さなんですかね、やっぱ一番。引き味。強烈な、うんうん、で簡単に釣れないその難しさがゆえにみんなやっぱ熱中うんうんうんっていう、適度な難しさとかっこよさと引きの強さとで食べるんでしょみんな。食べますよね。食べても美味しい。ああ、どうなんですかね、あ、そこはどうなんだろうって感じ。正直言うとうん。美味しいって言うんですけど、ちょっとあれは大げさに言ってあ、じゃあみんないいあれだ、言い聞かせ系だ。あるよね、言い聞かせて食べてるやつ美味しい美味しいっつってそう、その方がいいんだよほんと。きれいね。移動しよう。移動、気分転換。移動します。なんかでもどこも釣りできそうでいいね。フィールドが近くて。あ、これマングローブじゃん。あ、じゃあ川だ、そこ。あ、そこから川なんだ。これサトウキビ。そんな雑草のように生えてないの、サトウキビって。こういうのってサトウキビなの。ぽいっすよね。ぽい、野生の。これ勝手に抜いて黒糖とか作っても怒らないのかな。角砂糖1個作るのに3泊4日でいやでもすごい YouTube 的にはめちゃくちゃ面白そうよね。それで4日かかりましたっつってもう間違いなく美味しいっていうさちょっと私そこからやってみます。川だよ、ここ川。上から濁ってる。あ、魚いっぱいいる。ベイトはいるよ。
根がかり怖いんでボトム取らず。魚だらけ。お、これ河口じゃん。近い、その右が良さそう。あ、しかも流れいいよ、流れが。下げ潮、雨の影響かな。払い出し感がパーフェクト。素晴らしい払い出し感。なんか俺この春忍者リ SS ばっかりやってきて、それなり結果が出てるから、ここからローテーションが思い浮かばないんだよね。なんか上も下もさ、なんかこの後何したらいいんだろうって忍者リのフォローとしたらポッパー、最初の港だったらさまだいろいろ思い浮かべるけど、こういう場所、小場所で浅くて本当に忍者リの後ってなっちゃうな。まあポッパーかなと思ったらユーゴリア投げてるし、でもこの西表でそれですげえいいサイズのローニン釣ってさ、めっちゃ楽しかったよ。バコッバコッって信じらんない音した。ガチポップ100でさ、やっぱユーゴがすごい苦労してたから、60はもうサンプル浅いのにその作った回数もう完成に近いよね。なんかで寄せる力強いし、やっとライトゲームも充実してきたからね。シーバスメーカーじゃないのにシーバスメーカーと言われながら早13年ですけど、最初にジグから出してんのにずっとシーバスメーカーって言われ続けましたから我々。スネコンいいんじゃないのかな。スネコンということで、この流れの中をスネコン50漂わせてみます。飛ぶんだよな、またこれがな。びっくりするぐらいな、このサイズ感で。あ、なんかリバーシーバスやってるみたい。リバーシーバスもこういうさ、落ち込みの際に立てるときはここに立って90をダウンで投げてもう置いとくの。そうすると一番いいところにはまって沈んでいくじゃない。そうすると本当にでかいのがドンって出るんだよね。移動いいですね、こういうスロープ。いったとこもストップ&ゴーでスネコン50。はい、じゃあちょっと忍者リ SS に変えます。時計が5時回りました。時間っすね。このなんかのんびりした時間が最高。早めのワインドでたまに止めてちゃんちゃんちゃん。お、当たった当たった。いきなり1投目で釣りたい。止めた瞬間ドンって楽しい。あ、食った食った。バレだ。やっぱ忍者リ食った2回当たった。ギンガメっぽかった。そう3バイト取って今一瞬かかったけどな。7回しゃくってのピタが効くね。ピタフォールがこんだけ濁ってればね結構食いそうだけど、もうすれた臭い。1秒ぐらいかかってたんだけどこれなんで1回反応するとしばらくさ反応なくなるじゃん。でも忘れた頃また反応してくるのは違う群れなの、それとも同じ群れがなんか思い出してまたスイッチ入る？多分ずっと回ってると思うんですよ、ぐるぐるぐる。何個かの群れが。その入れ替わりじゃないかなって。じゃあ違う魚。やっぱ明らかに同じ場所で魚何本か抜くと終わるじゃない。今ぐらい3バイト取っちゃうとさ、もうその後シーンってなったりするけど、あれなんだろうね、なんか20分後ぐらいにまた突然当たってくるのは違う魚。どっちなんだろうな。いつも思うそれ。で GT なんかもさ、やっぱり次の流しは大体ダメなんだよね、反応取った。でもそっから1時間ぐらい経ったらまた出てくるものなのか、どうなんだろう。その日はダメなのか。勝ちきれんな。じゃあ結構すぐ見切る？それとも粘る？今みたいな俺が3バイト取って取りきれなかったって時、ここで粘る？新しいとこ行った方が結果は早い。早いかもしれないです。いやでもいい時間、こういう時間が好きだわ。はい、じゃあガチポップ60でプロトでいきます。結構でかい、でかめの4、50センチのねローニンか鬼平が回ってるっぽいんで、おおびっくり何今の怖い背中が見えた一瞬。楽しいとこあんじゃん宮古島。しかもこんなね初めて情報もなしで Google マップでホテルから近いとこ
でちょいちょい選んで、うわあそこ出たな。夕ご飯タイム。飛ぶね。いいねガチポップ60は。いやーいい時間です。G 転生はね、着いた日のちょっと余裕あるようなねスケジュールの時のこのライトゲームとか本当いいですよね。船中泊する時のね港でちょっとやるのも楽しいけど、ブルーもねそういうルアーが揃ってきましたね。おお今すっげえなんかすごい勢いで通ってったね。ワニアジかオニヒラアジのような40センチぐらいあったな。釣ったかな。結構追っかけ回してベイトがいなかったんで出なかったけど、シャロにグワーッと追い込んできましたね。カポンよりもガボフってなってる時がなんか個人的には GT 出るイメージがありますね。カポンって入れないでもう一つ入れてこう引っ張るんですかね。おおほら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 追ってる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 。うわ出たんじゃなくて逃げてったけど、チヌの塊もいるね。暑い暑い。宮古島に着いて5時間で夏バテです。早くビール飲まないと。オリオン叩き込んで、今日ねまさに出荷したらしいんで、このグランデージレガシー、今回ユニバーサル S77 っていう、チューブランモデルなんですけど、めっちゃ万能ですね。ユニバーサルというだけあってなんか非常に自由な感じでいいですね。一つってかこれ一本でって感じなんでしょうね。そういう名前だと思うんですけど、メカイ行きますか。ウォーミングアップとしては良かったんではないですか。なんか魚が多いね。楽しいよな。これだけでも全然1日遊べそうな。3時間しかできませんでしたが、てか P06 とか08じゃダメね、あのサイズ60か70っつってて、海くんが一発どでかいのが出てたじゃん、ドカーンと。70っつったら GT だよな、ちょっとした。はい、それでは明日からよろしくお願いします。焼肉になりました。いやーあれは楽しかったね。大学一応